彫刻っていう本当に造形の考え方を変えたかったんですよね、共有っていうのが本当に今の時代なのかなと思うんですけどね。やっぱり美術ってそういう時代を乗り越えるメディアだから次の時代にまた違う見え方したり、そこが面白いと思うんですよね。いやでもまあその出てたあれはネタバラシしない方がいいですよね。反固体と反液体の物体はね。まあもう出してもいい気もしますけど。まあ、どんな裏話？いやまあいわゆる片栗粉なんですよね。片栗粉を水と混ぜてその物体を使うんですけど、でそれってゆっくり動かすと流れ落ちる。それバランスの水と片栗粉のバランスもあるんですけど、それをこう流れ落ちるのと、あとはこれをこう硬くこうやったりとか、その叩いたりする分にはもう固体のままこう形として残るみたいな、それを莫大に使った池みたいなのが舞台上にはあるんですけど、だから要はそこは歩こうと思えば歩けるし、そこに立ってればゆっくり沈んでいくみたいなね。そう僕はそこに沈んでったりするんですけどそのマテリアルを発見するっていうその行為自体に最初本当に純粋に驚いて、なんかこうもう何年か前にお話聞いた時にもともとその素材オタクだったみたいなことをおっしゃってたような気がするんですけど、素材がそうですね、好きですね。ここには展示されている作品とかで普通ね、一般の人が想像する彫刻家ってやっぱりこう具体的なものをこう作り上げるみたいなものが普通のイメージだと思うけど、直さんはもうその領域にはいないというか、最初に発表された作品はそれでも一応その鹿という形からそこにこう外に視点を出していくけど、あれはねでもやっぱり彫刻としてはかなり珍しいフォーマットかなと思ってて、彫刻っていう本当に造形の考え方を変えたかったんですよ。やっぱりソリッドなこうマテリアルだけで塊として安定したものって、彫刻史の中でたくさん生まれてきてて、でそれをもう少し新しくできないかと。今やっぱり世の中現代って映像に囲まれてるじゃないですか。映像によってコミュニケーションをとって、そういう写真とか映像で世の中を理解していく。だからその映像のように存在する彫刻ってできないかなと思って、でそのレンズになるその透明の球体で物を覆うっていうことで、なので物自体は変えてないんですよ。表面に介入して変換するだけで彫刻にできないかっていうことですね。だから実は造形はしてなくて、その目と造形の間に工学的なエフェクトをかけてるだけっていう、そういうだから考え方で彫刻っていうことにならないかなと思ってたんですね。だから鹿のその剥製だけで見たらいわゆるもうフォルムはすごくはっきりしてクリアだけども、そこにこうクリスタルのボールをこう並べることによってその表面がボケてくるっていうか、ぼやかせられていくっていう部分があるんですよ。そうですね、分解されて、こう一粒一粒はレンズなので、そうですよね、拡大されたり、一部の毛並みだったりとか、鹿のパーツがこう見えるという、見る角度によってはそのライン自体はもうなくなっちゃったりもするし、レンズっていうのが僕の中では重要で、なんか子供の時に天体観測が好きだった、で望遠鏡って2つのレンズでこう月とか見るじゃないですか。でそういうレンズをこう空間に配置するだけであんなに遠くのものが近くに見えるっていう不思議だなと思って、人間の目もレンズだけど目で見てたもの以上の情報を得て、宇宙ってこうなってんだなとか、実は太陽が動いてたんじゃなくて地球が回ってたんだって発見したり、そういうなんか人間の認識を拡大するものだったんだなと思って、で今でもみんな携帯にレンズがついてて、でこのレンズが地球上に増え続けて、でみんなのこう視点が共有されて、なんかそのグローバルななんとなくこう世界が一体になったみたいな、共有っていうのが本当に今の
時代なのかなと思うんですけどね。なのでそのレンズ、無数のレンズで覆われた彫刻っていうものがなんかその今の彫刻として残すのにいいのかなと思って作り出したんです。前場所の名前がまたど忘れでした。谷中の風呂屋さんでスカイ。元風呂屋ね。そうそう、セントアート。スカイザバスハウス。あそこでもそのなんかこう菌類をイメージしたような作品があったと思うんですけど、それのあれ進化版ですよね。リズムって言って球体にをこうベルベット状にして、コロナを経てあれを見ると、ウイルス感がすごいですね。そう今回ねすごい面白かったんですよね。あれは去年からなんかこう球体を配置するスタディやってて、でもうちょっとなんかポップなイメージで、本当に球体にリズムを配置するっていうだけのシンプルなドローイングみたいにしようと思ってたんですよね。だけど今このタイミングで見るとなんかちょっとウイルスみたいに見えてくるっていうのがやっぱりさっきの視点の共有と同じで、これだけ世界の人が同時になんか同じイメージに恐怖するっていうのは、今までの人類史の中でなかったと思うんですよね。だから今のこのタイミングでこういう見え方をするっていうことが今だけかもしれないし、そうですね。本当今年ならではですよね。だから2年3年したらすごいポップに見えるかもしれないからポップに見えてたいですよね。すごい可愛らしい作品に見えるかもしれない。そんなこともあったなみたいな。それがやっぱ美術ってそういう時代を乗り越えるメディアだから、その人々のものの見方とか感じ方っていうのをその時代その時代に反映されて残されつつ、次の時代にまた違う見え方したり、そこが面白いと思うんですよね。今回の展覧会、だいぶ今年生まれた新作が多いと伺っていまして、何か今年これだけたくさんの新作ができた背景みたいなのは名和さんの中にあったんでしょうか？それこそ僕はもう海外のプロジェクトばっかりで海外ばっかり行ってたんですけど、3月に未来君とパリでそのベッセルの公演をして、それ以来海外がなくなって、ベッセルも最終日中止になったんですよね。なりました。もうダメだってなってギリギリ粘ってたけど、もうロックダウンかかりそうだったから急いで日本にみんな逃げ帰ったみたいなそんなタイミングでしたね。そうなんですよ。だから3月頭だったんですけど、それ以来、海外がパタリとなくなったから、いっぱい本も読んだし、あとアーティストにとってのホームっていうのはアトリエとかスタジオなんですよね。僕は結構そこに通って、そこで作品と向き合えってことかなと思って、じっくり作品作りをしてましたね。なので、今回は結構コンパクトな会場なんですけど、いろんな新しい取り組みで生まれた新作を持ってこれて、でこういうふうに空間の中で歩き進むと次々違う種類の作品が出てきて、でそれぞれの関係を見ていくとだんだんストーリーが見えてくるような展示にできたかなと思ってます。そうですよね。まさに入り口から入ってきて最初に見えるもの、一つ角を曲がるとまた組み合わせで見えるもの、そうなんですよね。その2つが組み合わさると、こういう意味かなってまたちょっと見方が変わったりとか、非常にこの回廊型の会場の設計もまた面白いなと思います。そうなんです。実はこのギャラリーももともとサンドイッチの建築のディレクターだった小田雄一君っていうのが設計したんですよ。そうなんだ。そうなんです。だから彼の作った空間とのコラボレーションでもあって、そういう意味でかなり気合を入れて個人的には考えると、はい、だからとてもそういう意味では僕の思い入れが強い個展になりました。